こんにちは。こんにちは。今回はまたそうやって連絡の有無を持ち出すについてお届けします。これね。ルルさん。はい。心当たりあるでしょう。はい、めちゃめちゃありますね。ですね、つい先日ですよ。はい。イルルさんとお茶してたら、はい、イルルさんが、連絡がないって気になっちゃう気持ちはわかるよね。みたいな話を、ポロリとしてきたんです。はい、しました。はい。イルルさんイルルさんって言いました。いや、2回は言ってないよ。いや、でも、とにかく連絡の有無がね、気になるのはね、わかりますよ。断言しちゃった。はい。これまでの動画が水の泡になりました。いや、違うんですよ。この間めぐると話した時は、Facebook のね、メッセンジャーのオンラインについて話したんですよね。オンライン？そうそう、めぐるはね、そんな風に言ったんだよね。オンラインってそのね、Facebook のメッセンジャーのね、オンラインかどうかっていうのを知らないわけないでしょって、スマホの画面見せながらね、ちょっとムキになって説明したんですよね。はい。割と冷静なイルルがかなりね、熱くなってましたね。一応お伝えしておきますと、はい、メッセンジャーの上の方に、今メッセンジャーにアクセスしている人が並んで、緑のマークみたいなのがついてるんだったよね。そう。オンライン隠してる人は見れないんだけどね。めぐるそのぐらいは知ってたよね。知ってましたよ。で、めぐるはオンラインってそれかぐらいな感じで気にもしてない感じだったわけですよ。で、皆さんにね、ちょっとね、本当にね、聞きたいですよ。そんなことありえますって、普通気になりますよねって。なんかオンラインになってるな、みたいな、緑のボタンだなって普通見ますよね。で、めぐるはこんな感じで全然気にならないっていうか、話にならないっていうか、だから気にならない人なんているわけないですよねって。いや、だってね、どうして気になるの？いや、だからオンラインになってたら、まず今自分が見てるこの時に相手もリアルタイムでオンになってるってことがわかるでしょ？でってそういうことだよ。どういうことよ。ただ今ちょっと冷静になって、ただ双方がオンになってるってことが分かるだけじゃん。いや、だから、これがもし復縁したい大好きな人だったって考えても見てよ。だって自分がオンラインで、今相手もオンラインになった。じゃなくて嬉しいじゃん。なんかどっちもオンラインなんだからさ。そうかね。いや、そうでしょ。だってもうそこからめぐるはおかしいんですよ。でもどっちもオンラインで嬉しくてどうなるの？いや、相手も私もオンラインなことに気づいてるはずじゃん。気づいてるかなんて分かんないよ。気づいてるに決まってんじゃん。だって緑のマークついてるし、気づいてないとかありえないからさ。じゃあ相手も気づいたとしよう。はい。それで？いや、それでっていうか、気づいたらお互い意識し合ってるでしょ。そんなの知らないよ、相手のことなんて。だからとにかく嬉しいし、久しぶりにどっちもオンラインになってるとかってなったら、なんか連絡来るかもとか期待しちゃうじゃんね。そうなの？そうでしょうか。だってどっちともオンラインだったらさ、なんか私のことが気になるのはすぐ返事が来るかもって思うんじゃない？そうなんだ。で、返事が来なかったら？ショックでしょ。だってオンラインなのに何もないのかみたいな。もしイルルがその時に、自分から久しぶりと思わず勢いで送ったとしたら？いや、それは速攻の返事を期待するけど、もし来なかったら、オンラインで読んでるはずなのに返事がすぐ来ないな、迷惑がられてるのかなってちょっとショックになるよね。めぐるさんドン引きしてますね。ドン引きしてるけど、まだ言い足りないことがあったらどうぞ。ある。
だってメッセージをさ送ってこなかったら、なんか絶対読んだはずなのにスルーか、こうやってなんか叶わなくなっちゃうんだよね、嫌われちゃったかな、返事来ないからもう一回こっちから送ってみようかな、でもしつこいかな、なんかかっこ悪いし送るのをやめた方がいいかな、すごいね、イルルさん。すごい。何がオンラインが気にならなかっためぐるにとっては、イルルさんがやっていることはもはや異性の世界の出来事なんですよ。異性ってやってる視聴者さんはいっぱいいると思います。いやでもさ、心は常に忙しいよね。あとさっきと逆にだよ、メッセンジャー見たら向こうもオンラインって思った時に、向こうからメッセージが来たみたいな時は、あ、運命かも、気が合うかもみたいな感じでさ、舞い上がったりとかさ、っていうかめぐるはそういうことないの？ないとおかしいんじゃない？オンラインだからっていうのはありません。そうですか。全く全然噛み合わないよね、これね。本当に倦怠期の夫婦のようです。いや全然違うと思いますけどあとさ、どうせ伝わらなくてもどうせ喋っちゃうけども、その連絡が全然来ない時ってこっちは不安になるじゃん。でそれってストレスだから、なんか、今忙しいから後でねみたいな一言があってもいいと思う。すいません、忙しくて。いや謝んないとあとね、なかなか連絡来ないと、なんかずっと放置なんて寂しいなとか、夜になったら返事しようとか思ってるのかなとか、こんなに好きなの私だけなのかなとかさ、連絡が気になって仕事に集中できないよみたいに思っちゃうんだよねって今言った話全然理解できない。いや、できなくはないけど、とにかくこんな感じで恋愛のね有無が気になる人は多いってことなんですよ。散々潜在意識の動画でやっても、たまにふっと連絡の有無について思うことあるなっていう話をねしてたんだよね、カフェでね。はい、本当に。で、今イルルさんの言った話を並べます。はい。自分も相手もオンラインならお互いに意識しているはず。私のことが気になるならメッセージが来るかも。メッセージしたのに返事が来ない。オンラインなのに。スルーされてる？迷惑がられてる？しつこいと思われた？連絡してるのにどうしてすぐ返事が来ないの？連絡しているのにどうして放置するの？寂しいな。夜に連絡しようと思ってくれてるのかな？連絡が気になって他のことに集中できないよこうして並べるとすごいです。すごい？なんかすごいっていうか怖いよね。連絡の有無がイルルの人生を左右してますよね。いやまさにそうですね。とはいえ今はここまでなっちゃうことないけど、でもそれでも時々、その恋愛の有無について気になることはやっぱりちょっとあるからね。それはあると思いますけど、要はこのチェックつけたのが全部エゴなわけですよ。そうだよね。でこの場合お互いがオンラインっていう出来事だけが事実なのに、相手が自分を意識してるだのしてないだの、オンラインに気づいたら連絡してくるはずだのしてこないのはどうしてとかさ、こっちが勇気を振り絞って連絡したのに返事がないのはひどい、ありえない、寂しいとかさ、もう何もかもがエゴなんだよね。エゴすぎるんだよね。そうなんです。LINE の既読か未読かもオンラインとほとんど同じ感じだと思うんですけど、ある出来事に対して自分がどう反応するかというだけの話で、イルルの例で言えば、お互いオンラインっていう本当ただそれだけの出来事にイルルが良くも悪くも意味付けを強力にしていってるわけですよ。どちらかといえば悪い方かな、その当時は。だからそういうのやめようって、そういうのやめようって、そういうのやめようって、今までどれだけ褒めれんの動画で流してきたと思ってるんだっていうね分かってるけどね、分かるけど、でもこうやって視覚化するとね、はっきりするよね。なんかいつの間にかとんでもなく結びつけてたんだなっていう、その結びつけてることにも気づかなかったなっていうふうに思うよね。だから出来事とそこから反応する勝手な妄想や思いを切り離してほしいんですよ。これは書き出してもいいと思うけどね、どれだけ自分がニュートラルな出来事に対して
とんでもない意味付けをしていて、エゴを丸飲みにしてそれに気づいてこなかったかっていうことがわかるから。そうだね、まあでもなんだろう、これちょっと自分で見てもドン引きっていうか、すごい独りよがりだよね、なんていうかこうコントロール欲みたいなね。まあ知らないけど、付き合ってることと連絡の有無を強力に結びつけてるんじゃないのかね。まあ何度も言いますけど、無関係ですから。どんなにたくさん連絡が来ても別れるときは別れます。見てください。めぐるは歴代彼氏は毎日連絡が来てたけど、歴代と言ってるぐらいなので見事に別れてきました。そうだよね。すごい説得力。でしょ？だから、そんな不安定なところに自分の人生の軸を置いてる場合じゃないんです。置くべきところは自分の思い、自分の在り方です。彼とラブラブな毎日、ここに軸足を置くんです。いや、本当そうだね。こう自分がやってきたことだから本当によくわかりますね。ね、まあ近い感じの皆さんも、もう私もかなり連絡の有無で左右されることはなくなってきてるので全然大丈夫です。というわけで今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。